鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、ありがちな故障ですが、ちゃちゃっとリモコンを修理してみたので、その様子を撮影した動画をお届けします。修理を頼まれたのはこれ、ちょっと古い扇風機のリモコン。電池を入れっぱなしで長期間放置、電池が、ゲロを吐いたとのこと。電池ボックスの端子に、緑色の固形物、緑青が付着しています。一度掃除をしたみたいですね。電池も預かったので、これで作動確認してみます。と、その前に、この電池、元気もりもりか、テスターで測定します。よかった、新品に交換してくれたみたいです。電池ボックスにセットして、作動確認。どのスイッチも、反応なしですね。本体を分解して、原因を探ります。一般社団法人、電池工業会では、電池の液漏れを想定して、電池ボックスと電子基板は、極力隔離することが推奨されています。このリモコンは、ちゃんと推奨事項を守っているようですね。配線の断線や、液漏れによる基板の汚れなどはなさそうですね。基板の故障でありがちなのは、電解コンデンサーの劣化が多いですが、この基板には使われていないようです。押しボタンも異常なさそうなので、一番怪しいのはやはり、電池ボックスの端子。緑青を除去した形跡がありますが、一度端子が腐食してしまうと、なかなか導通しないんですよねこれが。とりあえず、定番の556でお掃除してみますが、経験上、表面のデコデコは削らないと取れないんですよね。やっぱりダメだ、400番の紙やすりで表面を削ります。こっちの端子も、お掃除した形跡はありますが、まだ残っています。クエン酸やお酢で綺麗に取れますが、電池の接触面が腐食して荒れているので、同じように削り、裸にします。裸にした端子は、放っておくと錆びるので、ハンダを薄く塗ってスズメッキ風に処理します。鈴は柔らかいので、電池との接触面積が大きくなり、抵抗が減って確実に電気が流れます。こんな感じ。もう一個の端子も、ハンダ処理します。はい、これで大丈夫でしょう。組み立てる前に、長年溜まった汚れをきれいにします。さっきの556で素洗浄。豆知識として、表面がニチャニチャする時のプラスチックは、重曹水で拭き取ればニチャニチャがなくなりきれいになりますよ。アルコールで仕上げ洗浄します。コロナ禍ですからね、ご依頼主にもこれで安心していただけるでしょう。はい、綺麗になりました。それでは、組み立てて作動確認します。部品の数が少なくていいですね。たくさんネジがあるときは、大抵1個か2個、ネジが余るのですが、今回は完璧に戻せそうです。電池をセットして、リモコンの赤外線は、肉眼では見えませんが、カメラを通してみると可視化されます。よかった、どのボタンを押しても、ピカッと光るので、修理完了です。リモコンの故障原因は、大抵は乾電池の液漏れによる端子の接触不良です。本体は元気なので、買い替えるのはもったいないですね。最後までご覧いただきありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。